どうもベルです。今回はグランドマフィアの、気まぐれコラムということで、ヴィーナスについてやっていこうかなと思います。このゲームにおいて、ヴィーナスって最初からあるコンテンツで、今どんどん新しいヴィーナスが増えていったり、ヴィーナスコレクションが出てきたり。最初はね、かなり単純なものだったんですけど、もう最近ちょっともう、ヴィーナスが増えすぎたっていうこともあって、どのヴィーナスから育成していけばいいのとか、いろいろと疑問に思われている方いらっしゃるかなと思います。で、こちら本当地味でめちゃめちゃ大事なコンテンツで、ヴィーナスコレクションで、大幅に、セラス上げていけるは、あとこのゲームの、周長戦の次に大きいコンテンツである、栄養バトルフィールドの、前提となる話だったりして、で、今回は、大前提となる、ヴィーナスについての、お話をさせていただいて、次回、大幅にステータスを上げることができる、ヴィーナスコレクションについて、やらせていただこうかなと思ってて、考えてます。で、一応その次に、栄養バトルについての、気まぐれコラムをお送りしていこうかなと思ってますので、あとあれですね。栄養バトルの、世界最強を決める、最強栄養ですね。そちらも来ましたので、ぜひヴィーナスコレクションだったり、栄養バトルの気まぐれコラムも、ご覧いただけると嬉しいなと思います。では、前置きはこれくらいにしておいて、ヴィーナスについてやっていこうかなと思うんですけども、こちらのプライベートハウスからいけますね。でもたくさんの、ヴィーナスいるんですけど、こちらのヴィーナス、無課金で入手できるヴィーナスと、課金でしか入手できない、ヴィーナスがいます。で、まず解放される順に、こちらのオリビア、イスカニア、ジュリア、カミラ、ジョアンナ。この5名は、無課金で解放することができまして、で、チュートリアルで、オリビア解放することができて、その他は、ベストレベルを上げていくと、どんどん解放できますね。で、あと、最近実装された、マルガリータですね。ちょっとあれなんですけど、こちらですね。ちょっとまだ解放できてないんですけども、こちらは栄養バトルに参加すると獲得することができます。で、他はすべて一応課金ビーナスにはなってます。で、こちらの各ビーナス、12,000円で開放することができまして、課金ビーナス、12,000円と、正直お高いんですけど、課金できる方は、開放することを、強くお勧めしています。もうほんと開放してるかしてないかで、めちゃめちゃ差があるので、なんで、そんなに差があるのっていうところに触れていきたいんですけども、まずその前に、ビーナスの各種効果ですね。そちらをちょっと見ていきたいなと思ってます。ではまず最初に、各ビーナスには、タレントがありまして、簡単に言えば能力ですね。で、そちらをアンロックするためには、好感度を上げていく必要があります。で、その好感度を上げていくためには、ビーナスと、ビーナスゲームをやったり、あとはビーナスセートですね。そちらをやることで溜まっていくんですけども、そこはちょっとちょうど、ご紹介したいなと思ってます。で、好感度には、レベル1から5までありまして、レベルが上がるごとに、一つ新しいタレントが解放されていくイメージですね。また、ジョアンナまでの、俗に言う、無課金ヴィーナス。で、それらの、6つ目のタレントについては、あと、スペシャルタレントですね。でそちらについては、好感度をレベル5にすることで、解放することができます。で、この各タレントを上げていくには、普通のタレントであれば、タレントポイント。こちらの、デパートで生産されるやつですね。で、そちらが必要になってまして、スペシャルタレントについては、スペシャルタレントポイントが必要です。で、一応課金しなくても、イベントなので、少量入手することはできるんですけども、基本的には課金でしか入手することはできません。どんどん、タレントもスペシャルタレントも、レベルが高いほど、どんどん必要なポイントが増えていって、効果もその分、大きくなっていきます。で、これのタレントの、上限の、レベルの上限は、10になってまして、そのヴィーナスの、好感度 ×2 が、タレント及びスペシャルタレントのレベル上限になります。なので、例えば、好感度1のヴィーナスの、タレントのレベル上限は2で、好感度が4の、
ヴィーナスのタレントのレベル上限は8みたいなイメージですね。で、このタレントなんですけど、ちょっとどの順番で上げていくかについては、ちょっと置いておいて、先にヴィーナス全体の概要を、ご説明させていただこうかなと思うんですけども、先にあれですね、その他の機能ですね。一応、ヴィーナスの効果として、タレント以外にも、大きなものがありまして、こちらのスキルですね。こちらは各ヴィーナス、固有のもので、エネルギー、ファミリーコインが獲得できたり、様々ですね。で、一応こちらにも、レベルがありまして、レベルが高いほど、効果は大きくなっていきます。で、先ほどのタレント同様に、好感度 ×2 が、スキルレベルの上限になります。で、またこちらのスキルレベルを上げていくためには、無課金で入手できるヴィーナスだと、ちょっと実装されたばかりのマルガリータについてだけはちょっと別だと思うんですけど、別荘のレベルアップで、解放していくヴィーナスであれば、こちらの、スキル習熟度ですね。そちらを上げていくことで、どんどんレベルアップしていくことができます。で、こちらのスキル習熟度を上げていくためには、ヴィーナスゲーム、もしくは、ヴィーナスセットで上げていくことができます。で、ヴィーナスゲームと、ヴィーナスセットについては、また後ほどご説明させていただくんですけども、課金ヴィーナスについては、こちらのヴィーナスのかけらですね。それを使用して、スキルをレベルアップすることができます。ただ、これ、本当にお勧めできないです。本当元が全然取れないんですよ。もちろん5年とか、それくらいのスパンで見たら、元は取れるかなくらいはあるんですけど、冷静に考えて、5年後にそのスキルで獲得できるアイテムが欲しいかっていう問題がまず一つあって、リリーのゴールドとかだったらいいと思うんですけど、ジュエルとか、もう5年後は正直多分ジュエルみんな、でも5年も続けてれば必要なジュエルって絶対集まってるので、で、しかも正直、じゃあこのゲームを、5年後にこのゲームを 100% やってる保証って正直ないじゃないですか。そこら辺もちょっと考えると、課金ヴィーナスのスキルレベル上げていく必要性は正直ないのかなと思ってます。では次に、ヴィーナスゲームの方、見ていきたいんですけども、こちらでは、スキル、ちょっとすみません、こっちにしたいな。これですね。ちょっとすみません、効果のマックスになってないのでいきたいんですけども、こちらですね。すみません。こちらで、スキル習熟度と、好感度を獲得することができます。どのカップに宝石が入ってるか当てるゲームと、ブラックジャックがあるんですけども、僕はもうブラックジャックしかやんないので、今回はこちらでご紹介させていただこうかなと思います。で、ヴィーナスゲームをやるには、バラのチップが必要で、このバラのチップなんですけども、毎日5枚獲得することができて、ヴィーナスの投資を進めると、さらにプラス5個されますね。こちらですね。このバラのチップの投資を進めると、その分どんどんプラスされていきます。なので、最大10個毎日獲得できるんですけども、ただこれ残しても翌日以降に引き継ぐことはできないので、そこはちょっと注意が必要かなと思います。で、こちらゴールドでも買うことができまして、一応購入回数が増えるごとに値段は上がっていきます。一応この購入回数は毎日リセットされるんですけども、基本的には最初の1回は買っていいかなと思ってます。ただ2回目以降はゴールドに余裕があればというところですね。2回目までならいいんですけど、3回目、4回目とかは正直もったいないのかなと思ってます。で、ブラックジャックの方をやっていきたいんですけども、ちょっと今回は説明のために2回に分けてやろうかなと思います。簡易版のブラックジャックみたいなやつで、最初に2枚、はじめ、チップ選択して、かけるバラのチップ選択して、OK を押すと、最初に2枚、カードが配られます。で、この値は、合計値が21を超えないように、21に近づけるやつですね。普通のブラックジャックと同じで、絵札は、10固定で、エースは1か11。で、他は、2から9はそのままの数字ですね。で、とりあえず今回13なんで、1回ヒットしようかなと思うんですけど、ヒットは追加で1枚引くことができて、スタンドはこれも、すいません、ステイですね。
ステイは、もうこれでおしまいのアクションです。で、今は、9引いたので、さっきまでエースは11として扱われてたんですけど、エースが11として扱っちゃうとバーストしちゃうので、エースは1として扱って、2たす1たす9で、12の状況ですね。もう一回引きましょうか。18でこれでいいですかね。一応この時点で21になる、すみません、この時点じゃないですね。最初2枚引いた段階で、エースプラス絵札で、ちょうど21になるので、そうするとブラックジャックで、確定勝利になりまして、ベットしたバラのチップかける、3の好感度と、ベットしたバラのチップ分のスキル習熟度を獲得することができます。ちょっと今回はあれなんですけども、テレゼなので、一応これ小話としてちょっとあれなんですけど、一応昔は、いくらベットしようが、ブラックジャックした時に獲得できる、スキル習熟度って1だったんですけど、いつぞやから変更になりました。そんなことはちょっと置いておきまして、で、この時に、自分が21を、超えてしまったら、バーストになります。で、自分自身が、ベットした分の、バラのチップ分の、好感度を獲得することができます。で、こちらも、18なんで1回もステイするんですけど、で、今回ブラックジャックも、バーストもしてないので、ステイすると、相手が、札を引いていきまして、ちょっともうね、終わっちゃったんですけども、一応通常のブラックジャックのルールだと、ディーラーは17以上になるまでヒットしなきゃいけないので、おそらく多分16以下だと、NPC もヒットを続けてます。で、21を超えるか、自分より、相手が少ない数値になったら、自分の勝ちです。ただ、あれですね、相手と同じ数値だったら、自分の勝ちになるので、そこはちょっと優しいかなと思います。で、ベットした、ベットしたバラドチップ ×3 の好感度を獲得することができまして、負けてしまうと、ベットしたバラのチップ分の好感度を獲得することができます。で、こちら、好感度がマックスになった、ヴィーナスとヴィーナスで、ヴィーナスゲームをした場合なんですけども、その場合は、獲得できるはずだった好感度を、アイテムとして獲得することができます。で、これ何がいいかって、好感度が全員マックスになった後でも、これやっておいて貯めておくことで、次の新ヴィーナスが来た時に、すぐにマックスにできるので、そこは非常に良いのかなと思ってます。で、こちらですね、今、アイテムがちょっともらえたかなと思うんですけど、ですね、テレーゼでちょっと使ってみよう。スパキリですね。これですね、ヴィーナスハートが、獲得することができます。で、実際に使うときは、この画面で、好感度のマークを使用すと、使えたり、一応バックからも、使用することができます。ただ、スキル習熟度は、貯めることができないので、そこはちょっと注意が必要かなと思います。で、次に、ヴィーナスデートについてやっていきたいんですけども、ほんとこれ、めちゃめちゃ美味しいですね。で、初期回数は、各ヴィーナスと1回で、ヴィーナスの投資を進めることで、さらに2回、回数を増やしていくことができます。こちらと、こちらの投資ですね。で、このデート、本当にでかくて、1回につき、現在の好感度レベルと同じだけの、好感度を獲得することができて、スキル習熟度も、獲得することができます。一応先ほどの、あれですね、アイテムの好感度はみたいな感じで、獲得することはできないんですけども、もうほんとでかくて。一応メインは、ジュエルだったり、この契約コインが、装備ですね。装備の契約コインが、契約コインを獲得することができるので、もうほんとそこがめちゃめちゃでかくて、ではそれで、ジュエルの S が出ることだってありますし、毎日結構契約コインの緑くらいだったら、全然1枚2枚出るので、あとは加速だったり、あとは移転アイテムとか、もらえるので、ほんとこれ1日だけで考えると、そこまで超多いっていうわけではないかなと思うんですけど、月単位で考えるともう半端ないので、このデートのために、課金ビーナスを解放する価値があると言っても、もう過言ではないレベルなのかなと思っています。なので、ほんと毎日も、これだけは忘れないようにしていただくのがいいんじゃないかなと思います。なのでですね、このちょっと演出が入った時には、ちょっといいアイテムがもらえるよっていうところですね。いいですね。
一応これ現在のヴィーナスの、好感度レベルによって、こんな感じでちょっと出るアイテム違うんですけども、一応レベル5にしないと、この S のジェルとかは、あれですね、S の契約コインとか出ないんですけど、まあでも、たまに出るんですよね、本当に。なんで本当ね、まあなんか数ヶ月に1回ぐらいなんですけど、まあでも出たら出たらめっちゃ嬉しいので。で、これとかもあれですね。本来攻撃ジェルとかってなかなか入手できないので、非常にね、いいのかなと思ってます。では、次に、タレントの方を見ていこうかなと思うんですけども、まあ、いろいろなタレントありますよね。で、この中で、優先してやるべきものがありまして、ちょっと普通のタレントと、スペシャルタレント、こちら分けてお伝えしていきたいんですけども、まずはちょっと普通のタレントの方からですね。で、普通のタレントなんですけど、まずは、もうジュリアの投資ブースト。これあげましょう。投資終わってたらいらないんですけど、基本的にはまず、これを上げていきましょう。これほんと効果でかいので。で、あと、次に、戦闘だったら、一番効果でかいのが、これですね。ジョアンナの、チーム単位数アップ。本当に効果でかいです。もうチーム単位数2万上がるのってやばすぎるので、短期するときもそうですし、集結の時だったり、あとは栄養バトル。もうすべてのバトルで大幅に強くなることができるので、投資ブーストと同じくらい優先度は高いのかなと思います。で、その次なんですけども、内政だったら、トレーニングスピードですね。で、戦闘面だったら、課金英雄にはなって、すいません、英雄じゃないです、すいません、課金ヴィーナスの、ヴィーナスにはなってしまうんですけど、この出撃スピード。これもめちゃめちゃでかいです。出撃スピードって、もう英雄バトルで大活躍なんですよ。で、あとはこちらで、こちらも課金英雄にはすいません、課金ヴィーナスにはなってしまうんですけども、椿と、テレーゼの防御ですね。そちらも上げていただくのも良いのかなと思います。ただ言うて防御なので、攻撃と防御と HP の話、私の動画いつも、ご覧いただいている方からすると、もう聞き飽きたと思うんですけど、防御はもう圧倒的に効果が低いので、ただかといって、戦闘面で効果があるものって、正直他にはなくて、一応駐在出撃スピードとかもあるにはあるんですけど、そこまでですし、バックアップの上限とか上がっても、結局、別荘にレイドされる機会ってそんなないので、防御上げちゃっていいのかなと思ってます。で、この後なんですけど、というかあれですね。防御より内政を優先する場合は、そっちでね、優先していいと思うんですけど、まずはこれ、あれですね。実装されたらっていう、言い方になっちゃうんです。実装というか、入手してからですね。っていう言い方になっちゃうんですけど、このマルガリータの、病院の収容量。こちらほんとでかいので、上げていただいたり、あとはケアブーストですね。そちらを上げていただくのが良いのかなと思います。あとは、ジュリアの、エネルギー回復ブーストとか、カミラの、資源略奪スピードとかですね。これは僕は正直略奪好きじゃないので、略奪系の、全然上げずに、それよりダイヤ生産とか上げてるんですけども、ちょっとそこはお好みかなと思います。で、一応次に、スペシャルタレントの方なんですけど、これ、本当に迷いますよね。必要ポイントも違うので、なんとも言い難いところではあるんですけど、まず最初に考えなきゃいけないことって一つあって、この椿のトレーニングコストダウンを、トレーニングコストダウンの価値をどう見るかなんですよ。もうほんとこれって人によって、違う部分なのかなと思ってまして、これ治療時のコストダウンにもなりますので、めちゃめちゃ戦う方なんかは、結構このコストダウン、最優先で上げていただくのがいいんじゃないかなと思ってます。ただ、資源的にそこまで問題がない方は、チーム系のバフ、優先していただくのが良いのかなと思ってます。その前、その後は、前衛でよく使う陛下だったり、自分のメイン陛下ですね。そちらを優先してあげていただくのが良いのかなと思います。では最後に、課金ヴィーナスの中での優先順位をお伝えして、動画の方、締めたいなと思うんですけども、まず最初にお勧めしたいのが、リリーとテレーゼですね。まずリリーなんですけど、
タレント、タレントの方で、出撃スピードアップを持ってて、もうこれ本当に優秀なんで、もうこの10%のためにリリーを取るっていうのはもうね、十二分以上に価値があるものなのかなと思ってます。で、もう一人の、テレーゼなんですけど、テレーゼってスキルで、ファミリーゴールドコイン獲得のスキルを持ってるので、レベル1だとそんなに、4日に1回、これは一応8枚から100枚ってなってますけど、100枚は全然出ないので、平均取ると20枚ぐらいなんですけど、4日に1回20枚もらえるって考えたら、まあまあでかいので、まずは、このどちらかを、解放していただくのがいいんじゃないかなと思ってます。ただ、理想は全開放になるかなと思ってまして、デート回数を増やしていけるのもそうですし、あとは、ヴィーナスコレクションですね。ここで展示できるコレクションの数が増えるので、序盤の方でもお伝えしたんですけども、本当に、解放していく価値はもうあるので、課金は無理ない範囲でという、前提はもちろんあるんですけども、課金ができる、課金していける方は、非常におすすめが、非常におすすめができるのかなと思いますというところで、今回の動画はこの辺りで、締めたいなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回は、大幅にステータスを上げることができる、ヴィーナスコレクションについての気まぐれコラムをお送りする予定なので、そちらもご覧いただけると、嬉しいなと思います。参考になりましたら、チャンネル登録していただけると、めちゃめちゃ嬉しいですというところで、バイバーイ。